こんにちは、稲香です。今回は JR 北海道留萌本線石狩沼田駅をご紹介します。2023年留萌駅方面廃止に伴い終着駅となり、2026年3月に廃止される当駅。留萌駅方面廃止前と廃止後を比較しながらその様子を見てみましょう。石狩沼田駅は JR 北海道留萌本線の終着駅で1910年に開業。もともとは増毛駅まで伸びる留萌本線の途中駅、さらに石狩当別駅を経由して宗園駅まで伸びる札沼線の終着駅でもありました。開業当時の駅名は沼田駅でしたが、後に群馬県の上越線沼田駅が開業したため、1924年に旧国名を頭につけて石狩沼田駅に改名されました。遅れて1931年に札沼線が開業。しかし太平洋戦争の激化により1943年以降札沼線が不要不急線として順次休止となり、当駅も札沼線区間は1944年に休止となってしまいました。1956年に札沼線区間は再開したものの、当駅新十津川駅の区間は沿線人口が少なく、さらにモータリゼーションの進行、函館本線と距離が近い等の理由が重なり、1972年に廃止されてしまいます。さらに残った留萌本線もまず増毛駅から留萌駅までが2016年に廃止、留萌駅当駅間も2023年に廃止され、当駅は留萌本線の終着駅となりました。この時当駅では折り返し設備がなかったため、わざわざ JR 北海道が負担して設置しています。しかしながら当駅も今年2026年3月をもって廃止されることが決まっています。駅の観察に移っていきたいと思います。私は2015年夏、2018年夏、2022年夏、2023年冬、2024年夏と5回訪れています。振り返ってみて、正直こんなに行ってるとは思ってませんでした。まずは駅舎を見てみましょう。札沼線区間が廃止された1972年に建てられたもので、駅舎内は広く自販機やトイレもあります。簡易宅駅ではありますが、土日祝は休み。平日も7時20分から17時までの営業で、臨時休業日もあるので注意が必要です。臨時休業日は沼田町ホームページに公開されています。ホームは一面一線。向かい側に廃ホームが残り、かつて跨線橋で連絡していました。廃ホームに駅名標と名所案内が残されていましたが、2024年再放時にはなくなっていたので、おそらく留萌方面の廃止時に撤去されてしまったようです。比較してみると荒れ方がひどく、以前は使用していなかったとはいえ、しっかり手入れしていたことがわかります。ちなみに当期は雪にうずもれていました。こちらは1番線ホームから深川駅方面をパシャリ。同じく1番線ホームから留萌駅方面をパシャリ。留萌駅方面の廃止後、車止めが設置されました。車止めの先端がある踏切跡に来ました。
遮断機はすでに撤去されていて、看板だけ物寂しく残されています。留萌駅方面を眺めると、早くも線路の撤去作業中でした。ホームに戻ってこちらは冬の様子。沼田町は豪雪地帯で、だいたい毎年 1.5 メートルほどの積雪があります。こちらは駅前にある沼田町の案内看板。留萌駅方面の廃止前後で、ちゃんと表記が変わっているのが確認できます。ということは、石狩沼田駅が廃止されたら、また更新されると思われます。こちらは留萌駅方面廃止前の駅名標。そして留萌駅方面廃止後の駅名標。マップ駅の表示が無残にも消されてしまいました。こちらは放浪駅名標。こちらは2018年の時刻表。この時は上下 8.5 往復でした。こちらは2023年の時刻表。減便されて7往復になっています。そして留萌駅方面廃止後の時刻表。いや、反射で全然見えん。なんだこれは。反射で見えない部分は6時24分発、7時29分発の深川駅行きと、9時43分発の旭川駅行きですね。失礼いたしました。留萌駅方面廃止後も減便されず7往復のままです。また、留萌駅方面の出発時間の欄の代わりに、石狩沼田駅到着時間が表記されました。こちらは留萌駅方面廃止前の運賃表。私は増毛駅留萌駅間廃止前に当駅に訪れたことがありませんが、調べてみるとその頃も留萌駅より先の運賃は表示されていなかったようです。そして留萌駅方面廃止後の運賃表。JR 北海道は2019年に値上げをしているので運賃が高くなっています。ちなみに2025年にも値上げをしており、例えば石狩沼田深川間は360円です。北海道新幹線の札幌延伸もどんどん後ろ倒しになり、JR 北海道の厳しい財務状況が伺えます。さて、そんな石狩沼田駅の周辺をご紹介したいと思います。こちらは1948年頃の航空写真です。まだ殺傷線が不要不急線から復活していませんが、線路跡ははっきりと確認できます。こちらは1977年頃の航空写真です。順調に街が大きくなっていますが、1972年に廃止された殺傷線の線路跡はもう農地に消えています。まだ島式ホームが現役なので跨線橋が見えます。そしてこちらは現在の様子。少々民家が減っているような感じはしますが、そこまで廃れた感じはしません。ただ駅構内は側線が廃止されたことで寂しくなっています。南側には留萌本線の廃止の一因になったであろう深川留萌自動車道が見えます。石狩沼田駅は沼田町の中心地にあり、公共施設や商店が密集していますが、宿泊施設がありません。バスではキャンプ場と宿泊施設が併設された幌新温泉に行くことができます。また隣町の秩父別町にはキャンプ場、道の駅、宿泊施設が併設された秩父別温泉があり、私は両方に宿泊したことがあります。幌新温泉は2015年夏に宿泊しました。キャンプ場は少し暗く私以外一組のみ。石狩沼田幌新事件という日本で2番目に大きな被害を出した有害があった地域で、ヒグマに怯えながら眠ったのを覚えています。一方でご飯は美味しくゆっくり温泉に浸かれて、
夜はホタルも見ることができました。ホテルタイプのお部屋もあるので、ホタルの季節にぜひ泊まってみてください。秩父別温泉は2018年夏に宿泊しました。秩父別町の中心地にあるので多くの人で賑わっていました。道の駅も併設されていて車中泊も可能です。レストランも併設されており、また市街地なので秩父別の飲食店やあれらのセイコーマートもすぐそばにあります。秩父別町はブロッコリーが特産のようです。石狩沼田駅から深川駅方面へ少し進むと、雨竜川に架かる大きな鉄橋が見えます。雨竜川橋梁です。実際に見てみればわかるのですが結構立派な橋梁です。廃線後は撤去されてしまうのでしょうか。石狩沼田駅への鉄道以外のアクセス手段としてバスがあります。深川市から沼田町間は空知中央バスがバスを運行していて、平日5往復、土日祝3往復と留萌本線よりも少ないですが、合わせて使うことで列車ダイヤを補完できます。ただし、合わせて駅巡りをする際は、北秩父別駅と北一安駅からは、ともに 1.5km ほど離れたバス停が最寄りになりますので、合わせて駅巡りされる際はご注意ください。いかがでしたでしょうか？廃止まで残り時間がなく、現地も当然雪が積もっていますが、115年続いた本線の最後の雄姿をご覧に行ってはいかがでしょうか。こんな感じで鉄道や廃線、離島のご紹介をしていきますので、チャンネル登録していただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。